友達が事故ったんだ。お前の知らない友達だから、お前は絶対に来なくていい。いいか？絶対に来るなよ。そんな言葉を言い残して、友人の葬儀に向かった夫。しかし、忘れられていた香典を持って斎場に向かうと、壇上で夫が弔辞を読んでいる。奇妙な状況に私は思わず目を白黒させた。夫は確か友人の葬儀に出席すると言って家を出て行ったはずだ。それなのにどうして喪主の仕事である弔辞を読んでいるのか。壇上に立っている夫は手元のカンペを見るので必死で、私が入ってきたことに気づいていないらしい。昨晩私が用意した白いハンカチで緊張の汗を拭っている。そして私をさらに驚愕させる一言をマイクに向かって言った。個人の緑は私の内縁の妻でした。私の名前は七子。今年で50歳。近くのスーパーでレジ打ちのパートをしながら家庭を守る主婦だ。商社で営業をしている夫の高文とは結婚25年目。一人娘が大学入学を機に一人暮らしを始めたのをきっかけに、数十年ぶりに夫婦水入らずの生活が戻ってきた。もちろん、高文はまだまだ現役で働いているし、私にも自分の趣味やパートの仕事がある。いきなり子供のいなかった新婚時代に戻ったかのように生活するなんてことは考えていない。ただ、子育ても一段落したことだし、あとは老後に向けて夫婦二人でゆっくり生活していくための準備を始めていきたい。そう思っていた。しかし、そんな私の思いは高文には伝わっていないようだった。夫婦二人の時間をゆっくりと、どころかここ数年はますます忙しい様子で、休日でさえ家にいないことが多い。ねえ高文さん、今度のお休みなんだけど、お友達が美味しいレストランを教えてくれたから一緒にディナーでも。今度のお休み？日曜なら休日出勤だ。飯を食いに行ってる暇はないな。休日出勤ってまたなの？先週もそうだったじゃない。それ本当にあなたじゃなきゃいけないお仕事なの？私が思わず問いかけると、高文は呆れたように頭をかいてため息をつく。他にできるやつのいない仕事なんだ。明日も遅くなるから夕飯はいらない。そう、わかったわ。もともと言葉少なで仕事一筋の人だ。若い頃は職場に何日も泊まり込むような働き方をしていた。しかし、ここ10年ほどで高文の地位が少なからず上がったことや、会社の方で制度の改革があったことで、そんな無茶な働き方はしなくて済むようになったはずなのだが、最近の高文は帰りが深夜を超えることも珍しくないし、何かあるとすぐに休日出勤だと言って、休みの日も出かけていく。娘が家を出てからの2年間、高文はまるで我が家を、もしくは私を避けるかのように仕事に打ち込んでいた。そんな高文の態度が気になっていないと言えば嘘になる。しかし、結婚25年ともなれば、倦怠期の一つくらいは来るものだろうか、と思って深く考えないようにしていた。それに、実を言うと私にも思い当たるところがある。娘が大学受験をするとなった時、私は娘のサポートにかかりっきりで、高文とはほとんど交流ができていなかった過去があるのだ。その時は娘の塾の送り迎えなどに奔走しており、家事こそきちんとこなしてはいたが、顔を合わせて夫婦の時間を取るなんてことは考えもしなかった。それなのに、今になって急に夫婦の時間をなんて白々しいと感じてしまうのかもしれない。そんな後ろめたさもあった。今思えば、この時、高文の態度をもっときちんと疑っておくべきだったのだ。私は後々にひどく後悔することになる。その日は至って普通の平日だった。パートを終え、2人分の夕食を作っていると、
ずいぶん慌てた様子で高文が玄関の鍵を開ける音がした。あら、お帰りなさい。早かったわね。七子、ちょうどよかった。喪服を出してくれ。え？喪服？誰か亡くなったの？えーっと、友達が事故で急にな。今から通夜なんだ。まあ、私の知ってる人？私も準備しなくちゃ。喪服はどこにしまっただろうか。数珠は確か、と私が慌てて棚に歩み寄ったところで、急に顔を赤くした高文が大きな声を上げた。お前の知らないやつだ。七子とは関係のない友達だから、お前は来なくていい。え？突然の怒鳴り声に私は思わず肩をすくめてきょとんとしてしまう。その様子にハッとした高文は首を振った。すまない。高校時代の友人なんだ。町外れの小さな斎場を借りるらしいから、ぞろぞろ行っても迷惑だろうし。わかったわ。どこかしどろもどろとした高文の様子に違和感を覚えながらも、とにかく喪服の準備を始める。高文もごそごそと着替えを始めた。そこでふと何かあった時のためにと棚にしまってあった香典袋のことを思い出す。そうだ、あなた香典袋も出しておくわね。ああ。どこか上の空の様子の高文が生返事をする。それほど友人との別れがショックだったのだろうと、私は自分を納得させて喪服を着た高文を見送った。そして夜になっても高文は帰ってこなかった。いくら通夜だとしても遅すぎる。という時間になって高文から電話がかかってきた。すまない。明日の本葬までいろいろと手伝うことになった。というのである。え？そんな急に？それに親族でもないのに。親族付き合いがなかったから仕方がないんだよ。とにかく、今日明日は帰れないが気にしないでくれ。会社にも俺から連絡を入れておくから。早口にそう言い切って高文は電話を切ってしまう。私は呆然と受話器を見るばかりだった。そして自然と自分の眉が寄っていくのを感じる。いくら友人とはいえ、あくまで他人の高文がそこまで関わらせてもらえるだろうか。それに家にいた時から高文の様子はあからさまにおかしかった。何かを隠されているような気がする。あ、お香典。そこで私はふと机に視線をやった。机の上にはお香典の袋が私が出したままの格好で置かれていた。どうやら高文は香典袋を忘れていってしまったようだ。お通夜でお香典を渡せなかったなら、本葬では渡さなきゃよね。自分に言い聞かせるようにつぶやいて、私は自分の喪服の準備を始めた。翌日、私は喪服を身につけて高文がいるであろう斎場へと車を走らせていた。町外れにあって小規模な斎場といえば、この町では一つしかない。斎場の駐車場にたどり着くと、案の定夫の車が止まっていた。夫はここにいる。その確信を得て、私は斎場に駆け込んだ。どうやら都合のいいことに、その日、その斎場で行われている葬儀は一つだけのようだった。個人は緑という女性らしい。受付は終わり、すでに葬儀は始まっているようだったが、私は遅れて駆けつけた弔問客という顔をして、ホールの扉を開いた。その先に驚愕の光景が待っているとはつゆ知らず。この度は皆様お忙しいところ、個人の葬儀にあたりまして多数のご回想をいただきまして誠にありがとうございます。壇上で弔辞が読まれているようなのだが、その声に聞き覚えがある。緊張で上ずっているようだが、それは確かに高文の声だった。どうして高文が弔辞を？そんな私の疑問に答える者はいなかった。そして壇上の高文の続く言葉に私はさらに驚愕することになる。個人の緑は私の内縁の妻でした。その瞬間、私は頭が真っ白になった。どういうことなの？と
叫び出しそうになるのをぐっとこらえる代わりに、手の中の香典袋をぐしゃりと握りつぶす。わなわなと膝が震えるのを必死でこらえている間に、壇上での弔辞が終わったらしい。ハンカチで汗を拭きながら席に戻ってきた高文の視線が、ふと私の方を向いた。その瞬間、高文の顔からさっと血の気が引く。高文、ちょっと来てもらってもいい？壇上の方では、焼香と度胸が始まっていた。しかし、今はそれどころではない。私は紙のような顔色になった高文の腕をつかみ、のしのしと斎場を出た。いくらなんでも、個人とのお別れの場を台無しにするような非常識をしたくなかったためだ。たとえその個人が自分の夫の内縁の妻だったとしても。七子、待ってくれ。どこから？内縁の妻ってところから、しっかり聞かせてもらったわ。パクパクと口を開いた高文が、すまなかった。と叫んで地面に膝をつく。緑とのことは気の迷いというか、お前が娘の受験で構ってくれない時に声をかけられて、ちょっとふらついてしまったんだ。仕方ないだろ。あの頃お前は娘のことばかりで。それで、気の迷いでもしまでするのね。それは、遺族が他にいなかったんだ。どうしてもと言われて。うずくまりながら高文が白状するところによると、高文と緑が関係を持ったのは2年前とのことだった。もともと緑は高文のオフィスの近くでスナックを経営していた。私が娘の大学受験のサポートにかかりきりになっていた時期、高文は緑の経営していたスナックに通うようになり、交際関係が始まったのだという。それから高文は平日を我が家で過ごし、休日を緑の家で過ごす二重の生活を送り続けていたのだという。私は驚きのあまり言葉が出てこなかった。急に家に寄りつかなくなったと思っていた高文が、そんな大きな隠し事をしていただなんて。でも、その緑ももういない。これが終わったら、お前たちのところに帰って。地面から顔を上げてそういう高文のことが信じられなかった。何それ？どういうこと？浮気相手がいなくなったから、葬式だけ済ませて、あとは何事もなかったみたいに、家に帰ってくるつもりだったって？そういう言い方をすると、私がピシャリと言い返すと、途端にもごもごと口ごもり始める。20年以上連れ添った夫が、こんな男だったなんて考えたくもなかった。私はため息を一つついて、きびすを返す。待ってくれ。捨てないでくれ。捨てないでくれ？初めに私たちを裏切ったのはあなたの方でしょ。裏切ったなんて、そんなつもりはないんだ。緑のことは本当に遊びで、この年になって、今更一人で生活していくなんて無理だ。なあ、許してくれよ。この通り、心から反省してる。そう言って、高文はがばりと地面に土下座をする。それに、お前に対する愛情は変わってない。緑との関係は確かにあったけど、本当に帰る場所はお前との家のつもりで。しかし、そんな姿に私の心が動かされることはなかった。ふう、と私が低くため息をつくと、高文の顔はさらに青くなる。そろそろお葬式に戻ってください、モッシュさん。話し合いの時間は後でたっぷり取らせてもらいますから。七子。すがりつくような高文の声を振り払って、私は斎場を後にする。背後で高文が泣きわめく声が聞こえたが、後ろ髪を引かれる思いはなかった。私はその足で役所に向かった。もちろん離婚届を準備するためである。それから私は高文を相手取って離婚裁判を起こした。高文のとっていた行動は重婚的内縁と呼ばれ、立派な犯罪行為であるとのことだった。高文は最後まで抵抗し、でも、もう内縁関係だった相手はいないんだ。俺と七子の離婚が認められるはずがない。と主張していたが、裁判所は離婚に合意するように指示をした。
離婚が成立し、慰謝料の支払いや財産分与が終わった後も、高文は私に執着し、引っ越し先にまで現れた時には肝が冷えた。結局、大学生の娘や警察にも協力してもらって、なんとか町を離れ、今は高文に対して接近禁止命令を出してもらう準備の真っ最中である。最後に会った高文は、結婚していた頃とは別人のようにやつれていた。ヨレヨレのシャツを乱しながら私にすがりつき、緑もいない。お前まで俺のそばからいなくなったら、どうやって生きていけばいいんだ。と泣き叫んでいた。長年連れ添ってきた夫の変わり果てた姿に驚くと同時に、結局心配するのは自分のことなのか、という呆れもあった。高文にとって私は、もしかすると浮気相手の緑でさえも自分の生活を豊かに保つためだけの道具だと思っていたのかもしれない。そう考えると、どんなに泣き疲れても同情の気持ちは湧いてこなかった。それまではやり手の営業として活躍していた高文だが、私生活が崩れれば仕事に影響が出るのは当たり前のこと。シャツにアイロンをかけてくれる人もいないのだから、当然といえば当然だろう。今では会社でも疎まれるような扱いを受けているようだが、私に対する慰謝料の支払いがあるため、仕事を辞めるにも辞められず、肩身の狭い思いをしながら必死で働いているとのことだった。私はというと、長年住んできた家を離れ、娘の下宿から近い場所で一人暮らしを始めた。主婦になってからというもの、レジ打ちといったパートしかしてこなかった私である。これから一人で生活していくことができるのだろうか、という不安があったのだが、前のパート先に離婚の事情を話して退職すると告げると、引っ越し先の近くの系列店に紹介してもらえることになったのだ。しかも、パートとしてではなく、正社員として。パートとしてでも、長年真面目にしっかり働いてくれていたので、と店長に言ってもらえたときは涙が出そうだった。捨てる神あれば拾う神ありとは、こういうことを言うのだろうか。この恩を返すためにも、新しい店舗でしっかりと仕事を覚えて、紹介してくれた店長に恥ずかしくない働きをしようと思う。高文との結婚生活は、高文の抱えていた秘密がとんでもない形で露見したことによって破綻した。もう結婚や恋愛はこりごり、というのが正直な気持ちである。幸い、新しい環境を手に入れることができた。この新天地では誰かに頼ったりせず、自分の力でしっかりと歩んでいこう。